はいどうも皆さん、こんばんは。WD20 ステーションでございます。本日はですね、2023年9月の24日、ファンタジースプリングスの様子を見ていきたいなと思います。というわけで今回もファンタジースプリングス見ていくんですけども、皆さん気になるあれ、今回見てまいりました。ついに設置されたわけなんですが、気になりますよね。そんなですね、ハロウィン一色となった東京ディズニーリゾートのファンタジースプリングスを見ていきましょう。それではお楽しみください。どうぞ。はい、ディズニーリゾートに乗りまして、東京ディズニーランドステーションを出たところになります。本日の内容はこのような形でやっていきます。まずはリゾートラインからの様子、ベイサイドステーション周辺、そして画像解説を行っていきましょう。奥に見えておりますのが本日の山壁でございました。そしてここ見えてきましたのが新スペースマウンテン周辺工事の様子でございます。こちらね、掘削工事行われておりますが、また詳しくはですね、別の動画でお伝えしていこうかなと思います。そしてこちら奥に見えてきましたのがアレンデール城の裏、そしてラプンツェルの森でございますね。ラプンツェルの塔もこちらから見ることができるようになっております。そしてここ見えてくるのがですね、ノースマウンテンフローズンジャーニーなんですけども、ノースマウンテンのふもとのところ、ここ足場組んでいるわけなんですが、なんとエルサのアイスパレスが設置されました。そしてここね、エルサのアイスパレスのおそらく先端と思われるものがね、ここ三角形のもの、こちらに置かれておりました。後ほど画像でね、詳しくお伝えしていこうかなと思います。そしてこちらは東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのファンタジーシャトーですね。その前の屋外駐車場となっております。そのゲートもありますね。そしてこの後見えてきますのが東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルの車寄せドームの周辺ですね。ここのところはですね、噴水のなんか塗装してるんですかね。おそらく足場組んでシートを囲んでおります。そして街灯とかも設置されておりますね。ここグランドシャトーの駐車場入り口、そしてパークエントランスのところですね。続いてはですね、ネバーランドアドベンチャー側を見ていきましょう。お楽しみください。こちらネバーランドアドベンチャー側ですね。グランドシャトーに奥にラプンツェルの塔、ジョリーロジャー号にピクシーフロア、アレンデール城、ノースマテン、フローズンジャーニー、エルサのアイスパレスもあります。そしてアレンデールの街、魔法の泉に、ファンタジーシャトーの中庭、そしてレストランに、メインとドームです。そしてこちらネバーランドアドベンチャーの箱に、ファンタジースプリングスのエントランス CP 棟です。続いてはですね、サンプルヤードを見ていきましょう。こちらサンプルヤードでございます。この後はですね、ベイサイドステーション周辺見ていった後、画像解説見ていきましょう。エルサのアイスパレスもあります。お楽しみください。はい、こちら、ベイサイドステーション改札出たところになります。こちら、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっておりまして、だいぶ足場が外れましたね。かなり足場なくなってきているので、全体の外壁がですね、見えるようになっております。こんな感じで塗装だったりとか細かい装飾などが追加されておりまして、この辺もね、非常に美しい感じになっておりますね。そして中央のところはまだ足場組まれておりまして、金色のプレートがね、装飾追加されたところでございます。それ以外はね、なんか塗装とかちょこちょこやっているんですけども、大きな変わりはなさそうですかね。この後はこのアーチの下、奥のところを装飾とかいろいろ追加されるんじゃないかなと思います。そしてこちら手荷物検査場の屋根と思われる場所ですけども、こちら上のところにですね、金色の装飾が追加されておりまして、この周辺石レンガが敷かれております。この後下からね、この辺は見ていきましょう。そして車寄せドームのところはですね、ここに、噴水と思われるものがあるんですけど、このロックワークのですね、いろいろ塗装がされているかなといったところでございます。はい、こちらベイサイドステーションエスカレーター降りたところになりますけれども、同じくファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっておりまして、こんな感じで足場ね、外れたエントランスの外壁が見ることができます。さらにはこちら手荷物検査場の屋根といったところになるんですけども、その上からね、先ほど見ていた場所ですが、はい、その下ですね、ここ街灯が設置されました。だいぶね、細かい装飾などなど追加されてきておりまして、完成に近づいているんでしょうかね。それではですね、ベイサイドステーションを降りて周辺見ていきましょう。まずはネバーランドエリアの方になります。
はい、こちら、ベイサイドステーションのホームの端から見た場所、こちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのグランドシャトーの上部のところになりまして、まだ足場組んでいますね。そしてこちら、ネバーランドアドベンチャーの山、ネバーランドマウンテンでございます。その左側のところはですね、ルックアウトクックアウトというレストランになっておりまして、こちらね、足場まだ左側組んでおりますが、ネバーランドマウンテンはね、もう足場外れて、非常に美しいロックワークがこちらから見ることができます。はい、そしてこちら同じくネバーランドのエリア、ネバーランドマウンテンが右側なんですが、先ほど見ていたルックアウト、クックアウトの足場、組んでいる場所、ロックワークですね。こちらのロックワーク、ちょっと拡大して見ていくと、もう足場を外してそこを埋めて塗装しているといった作業がね、引き続き行われているんですが、だいぶ下の方まで足場降りてきました。この辺もね、今埋めて、塗装しているところでしょうかね。非常に美しい苔がね、はい、見ることができますね。もうかなり美しいです。はい、触りに行きたいぐらいね。はい、美しい苔がこちらから見ることができます。はい、そしてここ、盛り土がされている場所なんですが、一度今、盛り土が撤去されている状況なので、またね、新しく何かしらの目隠しがこちらに設置されるものと思われます。はい、そしてこちらから見えますのが、アレンデールエリアのアレンデール城でございます。こちらレストランになるわけなんですけども、非常に美しいですね。引き続き美しいこちらのお城になるわけなんですが、まだ下の方がこのような形で鉄骨をね、はい、埋めているような感じなので、ここを塗装していると思われます。上の方はもうほぼ完成といったところでいいんではないでしょうか。非常に美しいお城がね、道路から見ることができます。はい、そしてこちら、同じくアレンデールエリアになります、ノースマウンテンフローズンジャーニーでございます。上のロックワークは完成しているんですが、ここ見てください。なんと、エルサのアイスパレスが設置されました。やっとですよ。いや、もう本当に見ることができましたね。いやー、ここまで長くかかるとは思いませんでしたが、このような形でね、エルサのアイスパレス設置されましたね。後ほど画像で、もうね、たくさん見ていきましょう。まだ上部の方はね、設置されていないような状況になります。それではですね、画像解説見ていきましょう。まず画像1枚目、こちらでございます。東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランスの外壁になっておりまして、足場が外れて非常に美しいね、外壁の様子がこちらになります。上部に関しては主に植物のね、絵がここへ描かれておりますね。グランドシャトー裏に描かれていたサンプルの絵と同じような形でのね、植物の絵がここに描かれております。下の方はですね、石レンガの模様がですね、それぞれレンガごとに色が異なって、塗装されているのがわかります。左右の足場は外れておりまして、中央の部分だけまだ足場が設置されておりますね。ちなみにこちら右側のところなんですが、この石レンガの石材の部分がですね、それぞれ色が異なって、塗装されることによって、よりメリハリがついて、お城感が増したなといったところになりますかね。そして乳白色の装飾だった部分はですね、ここは黒っぽい、グレーっぽいようなね、色で塗装されているのと、花の模様がこちらに描かれております。そして中央のところはですね、乳白色の装飾の部分に、塗装が追加されているのと、中央に金色のパーツが、装飾が追加されましたね。おそらくハスの花ではないかといったところで、前回お伝えしているわけなんですが、私としてはおそらく、ハスの花ではないかなといったところで見ております。続いてこちら、手荷物検査場と思われる場所の屋根下ですね。ここに街灯が設置されておりました。この街灯の形、その他の場所にもですね、同じようなこちらの街灯の形がですね、設置されております。ここから見ると、5個ほどですね、ここに設置されているのがわかります。花びらの花が上の傘にね、乗っかっているような形での、街灯だったんですが、このような形での街灯の設置方法になりますね。やはり植物というか、そういったところがモチーフとなっているような街灯が設置されているわけでございます。続いてがですね、こちらネバーランドマウンテンになりますけども、その横ですね、ルックアウトクックアウトのロックワークとなっております。今足場をですね、取り除いて、そこを埋めて塗装しているような形になっておりまして、今ここ、ロックワークのちょうどですね、色が薄い部分はですね、おそらく足場を外した後埋めた状態になっております。セメントで埋めておりますね。ここから細かくですね、さらにセメントで作っていって塗装することで周囲のね、ロックワークと全然わからないぐらいのですね、塗装がされるといったところになります。ここからさらに上の方はですね、もうすでにロックワークの塗装はされておりますので、徐々に足場が下がってきている証拠になります。続いてがですね、こちら、アレンデールエリアとなっておりまして、こちらがアレンデール城ですね。こちらはアレンデールロイヤル
バンケットというカウンターサービスのレストランとなります。相変わらずですね、こちら美しいお城がここから望むことができるんですよね。ちなみに中央の先頭部分に関しては、ほぼ完成といったところでしょうか。その先頭部分の下のところですね、ちょうど入り口の上の屋根の部分を今、足場組んで、塗装しております。まだですね、左右の塔に関しては、今、足場とシートがですね、ここ被さっておりまして、おそらく塗装作業などが行われていると思われます。少しですね、ここ拡大して見ていきましょう。はい、こちら、アレンデール城の入り口の上のところの屋根でございます。屋根に沿ってこちら足場組んでいるのと、あとはですね、さらにその下のところはまだ塗装している途中でしょうかね。若干薄い色となっているわけなんですね。上のところはもうほぼ完成していると思われますので、徐々にここも足場が外れてくると思われます。ちょうど傾斜が鋭いこの屋根の部分はですね、下のところにおそらくバルコニーみたいなものができると思われます。おそらく境界遠近法でやや小さく作られるとは思いますが、人がね、立ち入ることはできませんが、後ろに入る前にですね、ここのバルコニーを望むことができるんではないでしょうか。こちらの東京ディズニーシーのファンタジースプリングス以外にもですね、香港ディズニーランドだったり、パリのウォルトディズニースタジオパークにもですね、こちらのアレンデールエリア、そしてアレンデール城ができるんですけども、実際にアレンデール城の中に入れるのはこちらの東京ディズニーシーのファンタジースプリングスのアレンデール城だけになります。非常に美しい立体感のある唯一無二のアレンデール城となりますので、こちらの完成が待ち遠しいところであります。はい、続いての写真がこちらでございます。こちら、ノースマウンテンフローズンジャーニーでありますけども、美しいロックワークは相変わらずですが、真ん中ら辺、足場が前回組まれていたところですよね。ここ、なんとエルサのアイスパレスが見ることができるようになっております。建設がついに開始されました。いやー、嬉しいですね。いよいよといったところですけども、ついにエルサのアイスパレスがこちらのファンタジースプリングスに設置開始されたわけですね。皆さんもですし、私も待ちに待ったエルサのアイスパレスでございます。氷の表現がどういう風にね、表現されたのかといったところなんですが、ちょっと拡大して見ていきましょう。こちら拡大しましたが、こんな感じでですね、氷の透明感こそはないんですけども、エルサの魔法で作られたという、氷のお城のですね、質感が非常に見事に表現されております。以前ですね、サンプルのパネルが設置されていたわけなんですが、それとね、同じような色合い、そして質感の、エルサのね、氷のお城がこちらに設置されたわけです。実際ですね、香港ディズニーランドのエルサのアイスパレスも同じような感じではあったので、おそらくですね、大きな変更はなく、ファンタジースプリングスにも設置されたんではないでしょうか。香港のエルサのアイスパレスよりはですね、シャープでさらに歪な形かなと言ったところにはなるんですけど、実際にね、ちょっと比べてみないと何とも言えないところではあるんですけども、そういったね、印象を抱きます。さらにですね、ちょっと拡大して見ていくとですね、こちらの方にエルサのアイスパレスの、入り口のようなものがね、はい、ここにありますね。そしてこちらの部分はですね、レッド・イット・ゴーの曲の最後、エルサが叫んでいたバルコニーになります。非常に小さくはなりますけども、境界遠近法になりますので、ノースマウンテンとね、比較した時にはですね、ここのバルコニーも若干大きく見えるんではないでしょうか。おそらくその下の部分に入り口はできるかなと思いますので、綺麗なね、アーチを描いた氷の階段ができるものと思われます。さらにですね、全体見ていくと、上部の方はまだ設置されていないので、今後ですね、この裏に置いてあるような形での先端部分のパーツが取り付けられるものと思われます。昼間に関しては結構透明感があまり感じられないこちらのエルサのアイスパレスなんですけども、夜にライトアップされるとより氷の透明感が感じられると思われますので、香港のアレンデールと同様の美しいエルサのアイスパレスが期待できますね。さらにはですね、こちらノースマウンテンの下の方はですね、このような形で氷河っぽいようなね、氷の一部氷河のような部分も見られますね。ファンタジースプリングス内から見た迫力のあるノースマウンテンの様子を楽しみにしていきたいところであります。はい、それではですね、皆さんいかがだったでしょうか。2023年9月の24日、ファンタジースプリングスの様子でございました。今回もですね、このような形でファンタジースプリングスホテルの看板の前でお別れしていきたいなと思います。今回エルサのアイスパレス、ついにね、設置が開始されたといったところでお伝えさせてもらいましたが、皆さんいかがだったでしょうかね。本当に待った
エルサのアイスパレスなんですけども、やっぱりね、美しいですね。やっぱロックアークも美しいので、そこに設置されるエルサのアイスパレスも際立ってね、やっぱ美しいなといったところで、私のね、感想でありますね。ただね、透明感こそ、強く感じられないエルサのアイスパレスですけども、今後のね、完成に向けて、さらにね、楽しみにしていきたいですね。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録者はですね、2023年中にチャンネル登録者2023人突破目指しておりますので、皆さんぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。